カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今日は韓国女性4大ボーカリストパク・ソイゴの3人目イ・ヨンヒョンさんを紹介して歌をお届けいたしますね。この4大女性ボーカリストの皆さん、本当に皆さん素晴らしいんですが、私は個人的に今回カバーさせてもらったイ・ヨンヒョンさんが最も好きです。韓国のホイットニー・ヒューストンだと思いますね。歌唱面、技術面、それから表現の面でも声質の面でももうなんか全て憧れの歌手です。本当に少しでもいいから近づきたいなと思う歌手ですね。イ・ヨンヒョンさんは1981年生まれの41歳。2003年にビッグママという女性4人のボーカルグループで YG エンターテインメントからデビューされます。ジャンルとしてはね R&B ですね。イ・ヨンヒョンさんに限らずビッグママのこの4人というのはね、全員めちゃくちゃ歌唱技術が高いです。そして今日歌うチェニョン諦めという曲もビッグママの第1週アルバムに入っている代表曲です。そしてビッグママは2011年に一旦活動休止するんですけれども、この曲はイ・ヨンヒョンさんの作詞作曲なので、ビッグママが休止した後もソロでずっと歌ってくださっていて、2009年にはさらに再レコーディングされたバージョンも発表されております。ここでね、この2003年の時のレコーディングよりもさらに技術が高まっていて、ちょっとメロディーラインとかも変えて最後とんでもない高音で歌っているんですけれども、ちょっとこの2009年バージョンは私無理なんで、ビッグママの方のメロディーラインでね今回はカバーいたしました。以前に覆面歌王の回でイ・ヨンヒョンさんが1回目に出演された時、まさかの脱落をしてしまったという衝撃シーンとしてイ・ヨンヒョンさんを紹介したことがあったんですが、2回目に出演された時は勝ち進んで無事歌王のタイトルを獲得されておりました。イ・ヨンヒョンさんの歌唱技術の特徴はとにかく声の響きが大きいんですね。そして丸みがあります。でとんでもない高音をパワフルに歌うんですよね。ベルティングっていうんですけれども、高い音を地声に聞こえるみたいな声で歌うんですけれどもね、その過剰に筋肉に力が入っていないので響きがねキンキンしないんですね。で大きな音の中にも優しさがあって伸びやかでしなやかさがあるような声をされています。私たちの世代は歌を歌うときはお腹から声を出しなさいって指導されたことが多分あると思うんですよ。でお腹から声を出すっていう表現はちょっとボイトレ界隈では正しくないんじゃないかって言われる方もいらっしゃるんですね。いやお腹はお腹じゃんみたいな、声を出すのは呼吸であり息であり、その声帯から声が出てるんだから、お腹にどんだけ力入れたって声は出ないよっていう人もいるんですけれども、やっぱり体幹を安定させたりですとか、あと呼吸で横隔膜が非常に動くので、こういった動きのサポートとして腹筋とか体幹というのは使うので、お腹から声を出すっていう表現は必ずしも間違っていないと思うのが私の意見なんですけれども、このまさにねイ・ヨンヒョンさんの声っていうのがお腹から出してる声っていうイメージに近いんじゃないかなと思います。全身をバネのように効率よく使って発声されていると思いますね。本当にすごい印象的で素晴らしい歌声をされております。イ・ヨンヒョンさんはビッグママの時代というのはね、体格がかなり大きかったんです。端的に言うと肥満です。太ってたんですね。でイ・ヨンヒョンさんが2017年から3年間活動を中断されていた時期があったんですよ。でもしかして引退しちゃうんじゃないかっていうようなね、その引退説も噂されたような時期があったんですが、2020年になんと33キロも減量された姿でカムバックされるんですね。もうねお姿を拝見した時全く同じ人とは思えないぐらい
変わってました。すっごいほっそりされてて、で実はこの活動を休止されていた時期にお子さんを出産されていたんですが、第一子を妊娠されている時に妊娠糖尿病になってしまったそうなんですね。そして2人目のお子さんを健康的に迎えたいということから、ダイエットをされたということでこの情報が公開されています。でもそれで33キロの減量ですからね。いや本当にすごいですよね。やはりこの第一線で活躍するような人の根性というのは並大抵ではないなと、この出来事から感じました。歌って体格が関係する部分もあると言われていますよね。例えばオペラ歌手は太ってた方がいいんだとかね、そんな言説を時々聞くので、イ・ヨンヒョンさんが大幅に減量してカムバックされた時に歌唱力が落ちるんじゃないかっていう懸念の声もあったんですよ。ただこれが余計な心配だったわけなんですね。むしろお休みする前よりもパワーアップしているぐらいで、さっき言ったベルティングって言って地声のように聞こえるしっかりした響きで高音を歌うテクニック、これも健在でしたし、フィジカルがあれだけ急激に変わったのに歌唱力が全く衰えていないっていうことが非常に話題になりました。私もこのイ・ヨンヒョンさんの実例を見て、体型そのものよりも多分筋肉とか体の使い方の方が歌声には影響するのかもなと思いました。体が大きいところから急激に痩せてしまうと筋肉の量も減ってしまって筋力が落ちるような痩せ方をすると多分歌声影響すると思うんですけれども、しっかりトレーニングをしながら、筋力や筋肉量を落とさないで痩せられたら大丈夫なのかなっていうふうにね、このイ・ヨンヒョンさんの実例を見て思いましたね。さて、では今日歌う歌チェニョン諦めの話題に入っていきます。Begin Again というこれ韓国のテレビ番組だと思うんですけれども、この番組がYouTube にね歌唱動画を上げてくれてるんですよ。そしてこの番組のコンセプトは、実力があってすでに第一線で活躍している歌手が、自分を誰も知らないような海外の路上でライブをやったらどんな人から反応が返ってくるんだろうかというコンセプトの番組みたいなんですが、ここ数年はコロナで海外渡航ができないんですよね。そして韓国国内で、路上ライブをやっているんですけれども、この歌唱映像が YouTube に上がってるんですね。そして前回のゴミさんの歌唱動画もこの Begin Again の動画を貼ったと思います。で、ビッグママ時代のチェニョン諦めという曲は R&B 色が強くて、ビートがしっかり入っているバラードだったんですが、この Begin Again の企画でイ・ヨンヒョンさんがピアノ一本でこの曲を歌っている動画に出会ってですね、それが本当に素晴らしかったんですね。で、概要欄にこの動画貼っておきますので、ぜひ皆さんも見てください。それで、歌えるかどうかは別として、この感じだったらカラオケ音源が作れるなと思ったんで、今回ちょっとこの曲挑戦してみることにしました。歌詞の内容は、好きな人を諦めなければならない辛い気持ちが歌われています。後悔の感情が歌われております。結構ね、歌詞の内容は強めですね。で、歌も結構感情的に歌われております。では、今回ね、イ・ヨンヒョンさんのチェニョンという曲をカバーしました。聴いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。いや、とんでもない曲でしたよね、本当にね。最初から結構サビ高くて大変なんですけれども、最後プラス2キー転調するんですよ。で、私は転調の後もノルマにクリを할것 같아っていう風に言ったんですけど、イ・ヨンヒョンさんはこのソロになってからはノルマにクリを할것 같아って上から降ってくるんですよね。で、この散々歌って疲れてから最後に転調してガーンのベルティング、すごすぎますよ。もうこれ本
とさすがのイ・ヨンヒョンさんですね。ただこのイ・ヨンヒョンさんであってもこの曲はかなり体力を使うようで、概要欄に貼ってある Begin Again の動画では最後、いや久しぶりにこの曲歌ったらめっちゃしんどかったわというふうにね、韓国語でおっしゃっていますね。いや本当に体力が、必要で大変な曲でございました。そして、今月は女性ボーカリストをテーマに曲をお届けしてまいりました。また今後も女性曲は少しずつ歌っていきますので、リクエストなどあればぜひ概要欄の質問箱から送ってください。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。YouTube は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっとカミカミやったな今回。